この動画は PCBWay の提供でお送りします。どうもなんとか重工徳です。今回はですね、ボール板を改造したらフライス板になるのかというのを検証していきたいと思います。というのもですね、先日、ちょっと前にですね、業務用の、結構剛性のあるボール板を購入しました。でボール板って、結局ね垂直に穴を開けるだけしかできないんですけど、結構剛性ある機械なんで、フライス板みたいな横送りの加工とかできたらもうちょっとね加工の幅が広がると思って、今回はね、そのカスタムに挑戦してみたいと思います。カスタムって言ってもね、付属品が必要なぐらいなんで、ちょっとね購入したものをご紹介します。はい、まずこちら。はい、こちらですね。順番に、開封しながら解説していきたいと思います。よいしょ。はい、こちらはですね、XY クロステーブルとなります。これがないとフライスじゃないというか、これさえあればフライスにはなるはずと思って、購入した商品です。これも合成を見て結構ね、良さげなやつを購入してみました。ヤフオクだったりアリエクスプレスだったり、いろいろあるんですけど、アマゾンには、なかったですね。やっぱりね結構合成いるんですよ、横送りとかするときに。でエンドミルとかね走るときに、このクロステーブルの合成がないと、持ってっちゃったりとか、振動とかねつながったりするんで、それなりに合成あるやつを選んだ方がいいと思います。結構ね重さもあるんで、いけるんじゃないかなと思います。プラスチックのやつが絶対ダメですね。アルミのなんかアルミフレームとかで作ったようなやつ、あんなんは全然話にならないと思います。ボール板がそもそも重要なんでボール板の合成が一番大事ですけど、それに、付随するような合成、付随ってあってるかな、これがハンドルか、これかなおい入った入った、ビビった、入らんかと思った。いやあるあるやからね、こういうのネジ入らんとかね。安いやつなんで、安いっつっても結構高かったですよ。2万3万しないぐらいだったのかな、それぐらいはしたと思います。で、特徴としてこっちに送れば、X、 こっちに送れば Y ということで XY 軸が動くと。なんか軽いですけど今動き、調整できるはずなんで、この辺のねネジを締めたりとか、すれば調整できるんで、程よい感じで調整して、使おうかなと思います。でこれをポン付けできるかっていうとできないんですよ。これを取り付けるために、よいしょ、はい、こちらですね、クランプセット、こちらが必要になってきます。これは1万円ぐらいだったかな。サイズいろいろありますんで、必要なやつを選ぶ感じですね。 M14 にしました、今回は。これがネジですよね。でこれがかさ上げしたりするやつで、これがクランプのツールですね。もう全部ラップにくるまれて見えないの分かります？ちょっと全部開けようか。全部開けてここに並べたいと思います。はい、こんな感じで並べてみました。パッと見はねいい感じなんですけど、一つ気になるところがあって、他のねネジとかこういうクランプの挟むやつとか、こういうのは結構いい感じにまとまって収まってるんですけど、この階段のパーツがなんか一回りこのケースに対して小さいのが非常に取りにくい。特にこのね一番小さいやつこれ取りにくいんですよ。でパッケージ見ると分かりますかね、結構しっかり飛び出てますよね。ちょっとこれはかさ上げというか、なんかブロックを中に入れといてちょっと取りやすくしないと、ちょっと作業の時に、やりにくいかなっていう気はしましたね。ただこういうね、ちゃんとしたクランプを、日本製ではないと思うんですけど、結構いいやつを買おうと思ったら、3万とか、結構するんですよ。 M14、M16 サイズだと。なんですけどこれは、安い中国製のものだと思うんで、1万3000円、2、3000円で Amazon で購入することができました。一応リンク貼ってきますんで、気になった方は購入してみてください。でこれもちょっと細かいとこまだ見てなかったんですけど、現状ですね、こうやって
型あります。これも当然緩めにやってると思うんですけど、さっきも言った通りネジで調整します。で裏側もちょっと見てなかったんですけど、裏側もそうですね、結構ちゃんとしてるんじゃないかな。面作もしっかりしてあって、ただ別に精度のいるものを加工するかっていうとしないと思うんで、そこはねちょっと割り切って使っていこうと思います。このクロステーブル結構重いですよ。16キロぐらいあるんで、まあまあ重たいです。で綺麗にしてよっ。サイズ感も結構いい感じですね。この上に、こういうね、バイス乗せたりとか、この上でねクランプしたりとか、結構いろいろできるかなと思います。で肝心の取り付け穴はこうかな、ここで。はい、というわけで無事にボール板に XY クロステーブルを取り付けることができました。もうこれがね乗ってさえしまえば、こういったねプレートものをこの上でクランプして加工したりとか、こういうねバイスをこの上にクランプしてバイスで挟んで加工みたいなことができます。一応そこまでやってみましょうか。こういうね T スロットナットをここに溝に入れてクランプするわけなんですけど、あれちょっと待って、あかんこれあかんっすね。はい、今ですね何が起こったかというと、この XY クロステーブルには T スロット溝というのが切ってあります。なのでそれに合う T スロットナットを用意してここに入れました。これは入ります。ちゃんと合わせて買ったんで入ります。ただもう分かると思うんですけど、これ当たるんですよ。先にこいつが当たっちゃう、ナットの方がテーブルの上面より高いから当たっちゃうんですよ。で当たっちゃうとこのねバイスに当たっちゃうっていうのもありますし、そもそもこれってこの T スロットの溝でワークをこうネジでね挟んで掴んでるんで、先にこのナットが当たっちゃうとそもそも挟めてないので、これダメです。でこれ何が悪いかって多分こいつなんですよ。この XY クロステーブルの方だって、このナットって規格がある程度決まってるんで M14 はこのサイズ M16 はこのサイズっていうのがあるから、これは多分間違ってないですよ。なんで多分こいつが、低い、薄いというか、でそもそもねここ今パッと見て気づいたんですけど、この XY クロステーブルのここめっちゃ薄いんですよね。7ミリぐらいしかないんで、結構なんか怪しい、ここ怪しい、なんか割れちゃったりしそうな気配があります。とりあえずここをね削って使えるようにしたいと思います。でせっかくなのでバイスの平行出しも行いました。でジブの、ね、調整をしっかり行ったので比較的スムーズにガタなく動くようになりました。バックラッシュ結構大きいんですけど、それが大きいっていうことを意識して加工すれば、特に問題なく使えるんじゃないかなと思います。これ XY クロステーブルの話なんで、ここから工具取り付けて加工できるかっていうところなんですけど、そもそもですね、このボール板っていうのは Z 軸がこう主軸がね降りてくるじゃないですか。でこの機構がオンのままだと非常に危ないですね。エンドミルっていうのはこう、持っていったりしたりするので、こう工具が持ってかれてこう下に食い込んだりとかすることがあるんで、ここをね固定する必要があります。でこの Z 軸の固定方法なんですが、僕の持っているこのキラのボール板はここのネジを締めれば完全に Z 軸が固定されます。これはねメーカーとか型番によっても違うと思うんで、ご注意ください。できないやつがあるかもしれないんで、これでもう完全に Z 軸は動かないです。はい、もろもろ準備が終わりましたので、これから加工していくんですが、ここから一つ重要なポイントがありますので、それをご説明しておきます。ボール板とフライス板の特徴、一番の特徴はクロステーブルがあるかないかなんですけど、2つ目の特徴がですね、工具の保持方法なんですね。
ボール板というのは大体ですねこういうモールステーパーで下からガショって入れるだけ、テーパーだけで当たってるような感じなんですけど、フライス板の場合さらに上からネジでこう引っ張り込むような仕組みが取られています。なので横送りとかねした時に抜けないんですよ。多分ですけどこのままこれをねテーパーだけ取り付けて横送りかけると工具すっぽ抜けます。でそれを防止するためにこれ僕が考えた推奨されてるやつじゃないんですけど、ここにねたまたまなんですけど M6 のネジがあるんですよ。なのでですね芋ネジ M6 の芋ネジをここに入れて、で工具側にも切り欠きを入れてます。なのでこう回り止めかつすっぽ抜け防止の対策が取れたんじゃないかなと。これ本当にこのボール板だけにしかないのかもしれない。他の機種であるか分かんないです。そもそも何のための M6 かも分かんないんですけど、一旦これで挑戦してみたいと思います。いやめっちゃ怖いな。とりあえず回しましょうか。なんというか不安ですね。自分で企画しといてなんですけど不安要素しかない。もうこのねテーブル回るタイプなんでここちゃんと閉まってるかなとかネジで、これテーブルが昇降するタイプなんでそこのネジ閉まってるかなとか、このクロステーブルのネジ閉まってるかなとか、このバイスのネジ閉まってるかなとか、もうそもそもこの突き出しがねもう不安ですよ。めっちゃ怖い。とりあえず鉄、アルミあってもしょうがないんで鉄で6パイのエンドミルつけてみました。これでこっち方向に Z1 ミリぐらいかけてやっていこうと思います。ではいきます。うわ、振動がすごいな。うわどうだろう。すごい振動してますね。やっぱりこのテーブルが固定タイプじゃなくて回転するタイプなんで、あんまり削れてるけど振動すごい。もうちょいいくか。うわ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 。いやめっちゃ怖いねんけどこれ。これ無理か1ミリ無理か。ちょっとね条件を上げました。あまりに遅すぎたんで今1150回転ぐらいかなにしたらそこそこスムーズに削れるようにはなったんですけど、やっぱりねビビりというか変な振動はやっぱありますね。もうちょっと対策が必要かもしれないですね。なるほど。エンドミルならこんな感じと。でもせっかくねフライス板作ったんやったらフェイスミルでの加工とかも試してみたいけどな。でもフェイスミル僕持ってないからな。なんやこれはそういえば PCB ウェイでフェイスミル注文してたの忘れてた。いや注文してたのすっかり忘れてましたよ。でこの PCB ウェイさんねめちゃくちゃすごいんですよ。何がすごいかって PCB って聞くと、プリント基板サービスかなって思われる方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、それだけじゃないんですよ。PCB スタンダード基板とか、部品実装基板とかフレキシブル基板とか基板系はもちろんやってるんですけど、それだけじゃなくて
CNC 切削加工サービスもやられてたりとか板金加工とか 3D プリントで樹脂だけじゃなくて金属もやられてたりとか、あと射出成形とか真空鋳造までやられてます。もうやばいです。で、使い方としては、ネット上にねサイトの方へアクセスしていただいて、ステップファイルとか 3D モデルをアップロードします。でアップロードしたら仕様を、ね、決めます。で材料もね取り扱ってるのめちゃくちゃ幅広いです。今回の CNC 加工に関して言うとアルミ、ステンレス、真鍮銅、軟鋼、合金鋼、工具鋼とかいっぱいありますよ。で他にも樹脂とかもあるんですけど、アルミだけでいうと6061とか7075とかその中でもいろいろ幅広くあって、アップロードしたら自動で見積もりが返ってきます。1日はかかるかもしれない、タイミングによっては時間はかかったりするんだけど、それが返ってきてでネジ山の指定だったりとかで精度が入れられます。で今回僕フェイスミルをね自分でオリジナルフェイスミルを作ったんですけど、その軸の部分って精度欲しいじゃないですか、1.7ぐらいなんで、そこをね、別のPDF ファイルかなんかをアップロードしてあげればちゃんとね精度交差入れてくれますし、表面の粗さとかも指定できたりとか、あとね今回はねサンドブラスト仕上げにしております。はい、こちらが僕の完全オリジナル設計のミニフェイスミルです。ミニな理由としては卓上旋盤のミーリング軸でも使いたいなと思ったんで、これくらいのミニなフェイスミルを作っていました。多分ねこういうサイズのフェイスミル売ってないはずなんで、ワンオフするしかないかなと思います。でこれね何がすごいかっていくらだと思います？送料込みで85ドルです。今の日本円のレートに換算すると約1万2000円でこれが送料込みで中国から届きます。でこれのすごいのってマシニング加工じゃできないことはないですけど、ほぼできない。で、PCBWay さんは CNC 加工ミーリングが3軸と5軸があります。でそれに加えて線削もやられてるんで、何でやったかは分かんないですけど、多分5軸複合機でやったと思います。なんでかというと、フェイスミルはこのね軸、中心軸と振り分けの精度が重要になってくるんで、それがねばらついてると工具、切削工具としては使えないので、そこら辺結構シビアに加工されてるはずなんで、これが1万2000円はマジでやばいです。で今回は僕が旋盤でいつもよく使うこのひし形のチップ、フェイスミル用のチップではないんですけど、これが結構いろんな種類僕持ってまして、一般工用からこれダイヤとかあと、CBN とかも持ってるんで、これをね使えるように設計してみました。でこれダイヤなんで今回はこちらのダイヤのねチップをつけてアルミをフェイスミルでギュランと光らせたいと思います。いい感じですね。結構ちゃんとしてますやっぱアルミは楽勝ですね。完璧にギュランできました。はい、というわけでボール板を改造すればフライス板になるのかという検証でしたが、結果はなるという感じにしておこうかと思います。正直ね鉄をゴリゴリ削るのは難しいんですけど、今回使用した6パイのエンドミルよりももう少し小径の4パイとかそれくらいにして切り込みももっと減らせばサクサクは削れるんじゃないかなと思います。ただやっぱり無理をすると機械を傷める可能性もあるのでそこら辺は注意が必要かと思います。毎回のことですけど真似される方は自己責任でお願いします。で、アルミに関しては比較的サクサク削れることがフェイスミルを使っても分かったんで
フェイスミルがあれだけいけたら、エンドミルも当然いけるはずなんで、アルミは問題ないかなと思います。あとはですね、改善のうちいろいろあると思うんで、少しずつ改善していきながらやっていこうと思います。なんかコメント欄でぜひこうやった方がいいんじゃないみたいなアドバイスありましたらぜひお願いします。で、今回ご紹介させていただいた PCBWay さんなんですけど、価格のことばっかり押してしまったんですけど、納期もねえぐいです。フェイスミル2週間以内に届きます。だいたい1週間ちょっとで、物にもよると思うんですけど、基本的に2週間以内に届くような感じです。コロナとかいろんな影響を受けるので、分かんないですけど、基本2週間と見ておけばいいかなと思います。で、おすすめの使い方としてはですね、試作はもちろん量産もできますし、CNC 以外にもいろんなサービスあるんで、実際にまず使ってみてほしいですね。はい、というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram いろいろやってますので、そちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。いいんだけど大至急切り子カバーが必要ですね。